2022年9月16日から30日までのお牛座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。9月16日から30日までのお牛座さんのリーディングを行います。まずこちらにワンドの5が2回連続で出てきております。ですので、9月は喧嘩とか対立に悩まされている方が多いんじゃないかなって思うんですが、この時その喧嘩が無事解決の時を迎えていく。こちらに鍵のカードが出ております。その問題解決のための鍵を見つけていく。こちらに壁のカードも出ておりまして、このトラブルというのが誤解から生じている方もいると思うんですが、その場合は、その誤解が解けていくきっかけを得ていく。そしてこちらにエンペラーとカップの6も出ておりまして、2枚とも木が描かれてるんですが、このトラブルになっていることというのが、あなたがより根を張って生きていくために必要なこと、この時期起きているからこそ、それを解決できる。そのトラブルをあなたが解決することによって、あなたの重要性がこのトラブルの当事者たちにも、そしてそれとは関係ないかもしれない周りの人たちにも伝わっていくと思いますし、この時のあなただからこそ、この問題を解決できて、そしてすぐに自分の栄養にしていける。あなた自身の力にしていけると言われているので、今この対立に問題に巻き込まれている方の場合は、それどころではないと思うかもしれないんですが、改めて特に年末ぐらいに振り返ってみると、この時の喧嘩や対立、問題があったからこそ、今のあなたがいる、今の幸せがある、今のポジションを勝ち取れているというような思いに至っていると思います。それぐらい、この問題というのは、あなたのために起きている、あなたが自分の世界を築いていくために、そのあなたが愛を持って取り組んでいること、愛を持って育んでいる関係というのが、正解ですよという意味もあって、この時その対立が起きている。そしてこのカップの6では、木の根っこがとてもカラフルですが、この時起こったいろいろなことを、早速あなたは栄養にして、自分の世界を築いていくため、基盤を固めていくための栄養にしていく。そしてこちらにガゼルのカードが出ておりまして、カップの6と一緒に出ているということもあるので、この時のあなたの繊細な感性が、クリエイティブな遊び心が、この対立や問題を解決していく鍵になると言われてるんですが、まず思ったのは、この対立や喧嘩というのを、とにかく繊細に観察する。言い争いや喧嘩になったとしても、そこに参加するのではなくって、この鋭敏な感覚で、その状況をとにかく観察してみる。それだけでこの解決の鍵を見つける人もいると思います。あとはこの時はいつも以上に空気を読める。
空気を読むことで、この争いに参加しなくても、問題の中心に入り込んでいかなくても、気づいたら勝利を勝ち取っている。あなた自身が誰も解決できなかったような問題を解決していく。その空気を読むためにも、特に言い争いになったりとか、荒々しい人と関わっていると、自分の繊細さに蓋をしてしまう可能性があって、繊細に観察をする、空気を読むということを、この時は優先してみてください。この対立が激しすぎて、もしくは当事者が多すぎて、見抜くまで時間がかかる方もいると思うんですが、とにかく繊細に観察することを優先させれば、自然と問題が解決していくって言われています。それで、その喧嘩や対立というのが、例えば1ヶ月ぐらい続いている方でも、この期間内でスムーズに、早い方ですと本当にあっという間に解決していくと思うんですが、というのも、今回、タロットカードの番号が4番と5番と6番と続いて出ていて、そしてこちらにハーベストのカードも出てますが、このカードが43番、4たす3で7でもあるんですが、3、4、5、6とも続いていて、4、5、6、7とも言えますし、流れを感じるんですね。一つ見つけたら一つ気づいたら、流れるように解決していく。そしてその解決の結果、豊かな実りを刈り取っていく。それは先ほど申し上げたように、あなたの人望が高まっていくというふうにも言えますし、そういう目には見えないお金では買えないもの、かけがえのない豊かさを勝ち取っていく。あとは、ライバルが多い環境にいる方もいるかもしれないんですが、それは恋愛や結婚において、お相手がすごくモテる人でライバルが多いという場合もあれば、お仕事で創作活動でライバルが多い環境にいる方もいると思うんですが、その場合もそのライバル同士の言動や対立を冷静に敏感に観察して、そしてその本質を見抜いていくことによって、この争いに参加していなくても、気づいたらあなた自身が勝利をつかんでいる。この空気を読む力というのが、もともとご自身の能力や魅力の一つとして活用されてきた方もいると思うんですが、それに気づいていなかった方も、この時はその力に目覚めていくと思います。そしてその見抜く力というのが、あなたの人間的魅力に加わっていって、それをお仕事で何かを生み出していくことにつなげていく方もいるとは思うんですが、それよりも、この時はその力というのが、あなたの人間関係をより豊かにしていく。例えば、今まで対立していた人や喧嘩していた人が、あなたの味方に、というか、あなたのファンになっていったりとか、その喧嘩していた人というのが、恋人やパートナー、家族の場合も、この時のあなたの繊細に空気を読んだ言動がきっかけで、その方、その方たちにとって、あなたが今まで以上にかけがえのない存在になっていく。なので、喧嘩していた前よりも、ずっと仲良くなっていくと思います。この繊細さとクリエイティブな遊び心、あなたの無邪気さというのが鍵かなというふうに思いますので、このトラブルがお仕事の場合でもプライベートの場合でも一つや二つどころじゃなく、複数の問題を抱えている場合も、繊細にその問題を観察して、その人間関係が、その場が醸し出していく空気を読んで、この期間内で問題を解決して、そしてそのご褒美にもあたる、このお金に換えられる実り、換えられない実り、様々な実りをたくさん受け取っていただきたいなと思いました。それでは9月16日から30日までのお牛座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。